この合併症は、執刀医の過失だ。結城直、今すぐ辞表を書け。外科部長の怒号が廊下に突き刺さった。蒼白になった直は、ファイルを抱えたまま動けない。看護師たちはうつむき、同僚医師は距離を取る。ここ、桜総合病院は、地域随一を掲げながら、実際は赤字と派閥の綱引きできしむ、箱舟だ。古い機械を最新設備と言い張り、スポンサーの期限次第で治療方針がコロコロ変わる。それでもなおは夜明け前までオペ室に残り、患者のために戦ってきた。そんな彼女が今、若い執刀医の慢心というレッテルで一刀両断されようとしている。逃げ道はない。部長が哀れみを装って畳みかけた。患者家族も納得づくだ。君が非を認めれば、早く終わる話だろう。なおの肩が震え、唇からかすかな声が漏れる。私の判断ミスでした。責任は。その瞬間、躊躇は消えた。俺は壁際から一歩踏み出し、声を張る。それで本当に守れるんですか？患者さんも、あなた自身も。廊下の空気が凍り、全員の視線が俺に集中する。術後データには赤い警告が残っていました。それが今朝、院内サーバーから跡形もなく消えた。どうしてその事実を議論せず、結論だけ急ぐんです？部長の額に深いシワが刻まれる。非常勤の君が口を挟む権限は？都合の悪い事実を葬っても、真実は必ず浮かびます。決断を下すのはここか、それとも外か、どちらがいいですか？なおが小さく息を飲み、震える声で囁く。あなた、一体何者なの？俺は視線だけで答えた。俺が何者なのか、その正体を明かしたとき、医療界全体を巻き込む大スキャンダルが起こるなんて、この時はまだ誰も知る由もなかった。俺の名前は白田修二。今は非常勤の医者をしている。昔から白黒はっきりつけたい性格のせいか、上司に意見することも少なくなかった。だが、その分だけ周囲との距離が開いてしまうこともあり、結局、最初に勤めた病院を離れることになった。今、俺が勤めているのは二つ目の病院、桜総合病院だ。院内は清潔感があって、設備も整っているし、同僚の医師たちは穏やかだ。事務スタッフや看護師の方たちもみんなテキパキしていて、患者さんへの対応も丁寧だ。外来もそこそこ忙しいが、以前の病院に比べれば随分働きやすい環境だと感じている。もっとも、俺自身の性格はそう簡単に変わらない。もともと気になることがあるとすぐ口を挟んでしまうタイプだし、曖昧なままに物事を進めるのは苦手だ。けれど、この桜総合病院に来てからは、あまり波風を立てないように心がけている。周りにいらぬ緊張感を与えずに、患者さんにとってベストな治療をするには、まず自分が浮かないようにすることが大事だと思ったからだ。例えば、上司が何か指示を出してきても、もし違う考えがあったとしても、ひとまず受け取るというのを最初のステップにしている。もちろん必要があれば、後で意見を伝えるけど、最初に衝突してしまうと、みんなに迷惑をかけることも多いからだ。そうするうちに、周りのスタッフたちともそこそこ良好なコミュニケーションが取れるようになってきた。そうは言っても、医師としての責任やプライドは常に持ち続けているつもりだ。患者さんのために最善を尽くすという基本姿勢は変わらない。ただ、その思いをまっすぐぶつけるだけではなく、周囲との関係も考えながら進めるのが大人のやり方なのかもしれない。俺は今日も桜総合病院の白い廊下を歩きながら、できるだけ穏便に、でも確かな主義と知識を持って医療に携わろうとしている。いつかまた大きな選択を迫られる時が来るかもしれないが、それまではこの病院で波風の少ない形で患者さんに貢献していくつもりだった。彼女に出会うまでは。その日、外科医の結城直と初めてまともに言葉を交わしたのは、医局の一角でカルテに目を通していた時だった。白衣姿の彼女は一見すると物静かに見えたが、ちらりと横目で見ると何か考え事をしているような鋭い眼差しをしていた。白田先生って患者さんのことをどう思って見てるんですか？不意にそう話しかけられて俺は少し戸惑った。
まさか初対面に近い段階で、そんな確信をつくような質問が飛んでくるとは思わなかったのだ。どう思ってって、それはもちろん、患者さんを第一に考えて診察していますよ。当たり前すぎる返答に、自分でももう少し気の利いた言い方はないのかと思ったが、なおは俺の言葉を受けても満足した様子はなかった。そう。でも、そう言いながら白田先生って、あまり自分の考えを口にしないんですね。彼女はどこか挑むような表情で続ける。俺の煮え切らない態度を見透かしているようだった。現場で気になることがあったら、私は上の人にだってはっきり言うようにしてます。患者さんのためだもの。多少嫌われたって構わない。患者を第一に考える姿勢。その情熱は、俺の昔の自分に近いものを感じさせた。でも、今の俺は波風を立てないように注意している。結城先生は積極的に意見されるんですね。すごいと思いますよ。なかなかできることじゃない。そういったつもりだったが、なおはわずかに眉を潜めた。多分、俺の返答が、彼女には何か物足りなく映ったのだろう。すごいだけじゃなくて、あなたはどうしたいのって聞いてるんです。やけにまっすぐな瞳で見られて、少し胸がざわついた。自分の心根を見透かされそうな気がして、俺は曖昧に微笑むしかなかった。まあ、今はあまり大きく波風を立てないようにしています。いろいろとあるじゃないですか、仕事って。そう返した俺に、なおはため息混じりに言う。仕事よりも患者さんの方が大事でしょ？あなたを見ていると、煮え切らない態度で見ていてイライラするんです。そう言うと、結城直は少し言葉を選びながら、けれど、はっきりとした口調で続けた。カンファレンスで意見を求められても、いつも当たり障りのないことしか言わないじゃないですか。明らかに何か引っかかっていそうなのに、最後の一言を濁したまま終わらせてしまう。他にも患者さんのカルテを眺めていて、何か気づいたような表情を見せるのに、結局、自分からは何も行動しないし、そういう言いかけてやめるところが、どうにも歯がゆいんですよ。私は患者さんが少しでも良くなるためなら、どんな小さな可能性も救い上げるべきだと思うんです。だから、もし疑問があるなら、上の先生方だろうが、遠慮なくぶつければいいのに。あなたはいつも流してしまうでしょ？私から見たら、それって患者さんよりも組織とか人間関係に気を使っているようにしか思えなくて、もちろんそれも大事なんでしょうけど、結局、患者さんの命が最優先なんだから、曖昧なままじゃいられないんです。そう思うと、あなたがわざと波風を立てないようにしているみたいな態度、イライラするんですよ。もっと言いたいことがあるなら言えばいいのにって、つい思っちゃうんですよね。なおの鋭い視線を受け止めながら、俺は何も言えずにいた。気持ちはわかる。俺だって同じ医師として患者さんを優先したいし、疑問があれば声を上げたい。だけど、今の俺には守らなくてはならないものがある。彼女にその本音を明かすわけにはいかないのだ。すみません。もう少し頑張ってみますね。正直、言い訳にしか聞こえないだろうなと思いながらも、それだけ言って、俺はその場を去った。数日後、夜の病棟は昼間の喧騒が嘘のように静かになる。当直勤務の夜は長い。看護師さんたちも交代制で巡回しながら、ナースステーションで仮眠を取ることがある。医師同士が病棟でばったり顔を合わせる機会もそう多くはないが、その晩は不思議とタイミングが重なったのか、俺とナオは共に外来患者の処置を終え、廊下を歩いていた。白田先生、ちょうどよかった。そう言って、ナオが小走りで追いついてきた。見れば、彼女も当直のようで、少し眠たそうな目をしているけれど、どこか落ち着かない様子を伺わせる。二人しかいないし、今なら誰にも邪魔されないし、ちゃんと先生の意見聞かせてくださいよ。彼女は真剣な眼差しで言う。何についてだろうと思ったのもつかの間、彼女は声を低めて、ジュピターメディカルの埋め込み機器ってどう思います？と切り出した。ジュピターメディカル、病院が使ってるあの製品ですか？名前を聞いた瞬間、俺は一瞬だけ言葉に詰まった。この病院でも積極的に導入を推奨されている埋め込み式の医療機器だが、その評判には少し怪しげな噂がつきまとっている。俺もいろいろ調べてはいるが、公に発言するタイミングを見計らっているところだ。はい、
実は前にオペした患者さんが退院後にちょっと不具合があったって連絡をくれて、まだ大きなトラブルにはなってませんけど、なんだか気になります。カタログや説明書を見る限り、安全性は問題ないって言われてるんですけど、どうも。なおは言葉を選びながら、しかし、はっきりと疑念を口にする。その様子から伝わってくるのは、患者さんを心配している気持ちだ。夜の廊下の蛍光灯がかすかに揺れる中、俺は静かに息をつく。正確に言うと、あれは使わない方がいいと思います。ぽつりとそう言った俺に、なおの瞳がわずかに見開かれた。彼女は、俺がいつものように曖昧な返事をすると思っていたのかもしれない。だけど、ここは人もいないし、彼女が真剣に聞いてくる以上、嘘をつくつもりはなかった。あなたもそう思います？私はただの勘だけじゃなく、実際にいくつか事例を見かけて。勘じゃないですよ。俺も資料をいくつか目を通しました。表向きは高性能だとアピールしてるけど、試験段階で想定外のトラブルがあったって話もある。しかも改良されたはずのバージョンでも、どうやら再発があるらしい。詳しくはまだ調べきれてませんけど。やっぱり。なおは安心したような、それでいて、これからどうすればいいのかわからないという不安そうな表情で床を見つめた。俺は彼女の肩を軽く叩いて続ける。ただ、今の段階で大っぴらに問題を指摘すると、いろいろ面倒になりますよ。上も絡んでる話だから、下手をするとこっちが悪者扱いされる可能性がある。と俺は低い声で言う。結城直は納得いかないといった様子で唇を噛むが、彼女も現実的な部分には気づいているのだろう。でも、もし本当に問題があるなら、ちゃんと証拠を集めないといけないですよね。ええ、当然そうです。医療はデータと事実の積み重ねが全てですから。ただ、何かおかしいっていうだけじゃ、誰も動いてくれません。静まり返った夜の病棟で、冷たい蛍光灯の下を歩きながら、俺たちは声を潜めて話す。口調は控えめだが、その内容は重大だ。ジュピターメディカルの危機に関する懸念を証拠として掴むためには、どこかに痕跡や記録が残っているはずだ。しかし、迂闊に動けば、ナオや俺が上層部に目をつけられるかもしれない。でも、それでも私は患者さんのために行動したいんです。手術の際に少しでも不安があるなら、それを見過ごしたくありません。ナオが歯切れよく言い切るのを横目で見ながら、俺は小さく息をつく。彼女のまっすぐさには目を奪われるが、同時に危うさも感じる。わかりました。俺も何か分かったら協力します。ただ、もう少し状況を慎重に見極めてからにしましょう。そう言った俺を、ナオはじっと見つめていた。意外です。白田先生って、ただ面倒を避けてるだけの人かと思ってましたけど。ナオがぽつりとつぶやく。若干の皮肉も含んでいそうなその言葉に、俺は苦笑いを浮かべた。実際、表向きはそう見えても仕方ないだろう。いや、俺も好きで何もしないふりしてるわけじゃないですよ。ただ、声を上げるにしても根拠がないと説得力がないので。俺が言いかけると、ナオは少し目を丸くした。そして、どことなく素直に感心しているような表情を浮かべる。なるほど。ちゃんと考えてたんですね。私てっきり、白田先生が面倒はごめんだって言いながら、外科医の使命から逃げてるのかと。おいおい、そこまで思ってたんですか？ごめんなさい。でもちょっとはそう思ってましたよ。なんだか常にひょいっと上手にかわしてる印象があったんで。はは。でも正直言うと、結城先生のストレートさに助けられてる部分もあるんです。俺、どうも昔から妙なところでリスクばっかり背負いがちでして。妙なところですか？ナオが不思議そうに首をかしげる。ここで全部を打ち明けるわけにはいかないが、俺としてもある程度は話しておかないと、彼女との距離が埋まらない気がした。昔ね、ちょっとした正義感だかなんだかで突っ走って、周りと大喧嘩してしまったことがあったんですよ。それで痛い目を見たことがあって、だから今は証拠もないまま騒ぐのは避けてるんです。患者さんを守るには根拠が必要だって学んだというか、身に染みたんですよね。そう言うと、ナオは少しだけ笑みを浮かべる。なんだか申し訳ないような、でもどこか安堵したような表情だ。なんだ、やっぱりいろいろ考えてたんですね。私ちょっとだけ先生のこと見直しました。ちょっとだけですか？せめてもうワンランク上げてくれませんか？
俺が冗談めかして言うと、ナオはクスッと笑った。その顔は意外にも可愛らしく、俺は一瞬目をそらしてしまった。普段まっすぐでガンガン突き進む彼女にも、こういう柔らかい表情があるのかと思うと、なんだか胸の奥がくすぐったい。まあでも安心しました。もし先生が本当におざなりにしか考えてない人だったら、私一人で上に突っ込んで、速攻で煙たがられてたかも。可能性は高いですね。俺もそうなる未来を見てきたと言いますか。ナオは一瞬、と聞き返しかけたが、俺がそれ以上何も言わないと察したのか、それ以上深くは突っ込んでこなかった。それなら、私が執刀するオペで、ジュピターメディカルの機器が使われることになったら、具体的に何が気をつけるべきポイントか教えてもらえますか？ああ、それはもちろん。実は俺、いろんな海外文献とか裏のレポートも調べてて。私もできる限り協力します。もし何か怪しい症例があったら、すぐに相談しますから。ありがとうございます。いや、結城先生にそんなに素直にお礼言う日が来るとは思わなかった。失礼ですね。私はいつでも素直ですよ。先生が煮え切らないからイライラしてただけで。そんな風に言い合って、二人して苦笑い。夜の病棟にわずかに明るい空気が漂い、ほんのひとときの会話ながら、ナオと腹を割って話せた気がしたのを覚えている。しかし、その後すぐに波乱はやってきた。ナオが執刀医を務めるオペで、例のジュピターメディカル社の埋め込み機器を使うことが決まったのだ。彼女は当然のように、別の選択肢があるのではないですか、と上層部に直談判したらしい。あの企業の製品に不安を持っていること、自分が調べた範囲で少しでもトラブルの可能性があるなら避けるべきだという主張をしたと聞く。けれど、帰ってきたのはあまりにも一方的な結論だった。結城先生、病院としてはジュピターメディカル社の機器を積極的に導入する方針だ。申し訳ないが、今回も例外にはできない。まるで命令のように言い放たれ、ナオはしぶしぶ承諾した形になった。その日の夕方、医局でカルテを整理していた俺のところに、ナオが疲れた表情でやってきた。書類を机に投げ出すように置き、小さく息をついた後、ぽつりと話し始める。さっき、上の先生方に直接お願いしたんです。でも、ダメでした。病院としてはジュピターメディカルの機器を使うの一点張り。どんなにリスクを説明しても、病院の方針だとしか言ってくれなくて。それは聞き飽きたフレーズだ。組織という壁は厚く、一人の外科医がどれだけ主張しても、よほど明確な証拠でもない限りは覆らない。俺もその痛みをよく知っているだけに、ナオの悔しげな横顔を見ると、胸が締め付けられる。白田先生、もし何か方法があるなら教えてください。私、どうしてもあの製品を使うのに抵抗があるんです。オペ自体は責任を持ってやりますけど、何かあった時、患者さんに申し訳が立たない。ナオは普段の強気な様子とは違い、まるで夜べを失った子供のような目でこちらを見ていた。俺はひとまず隣の椅子を指し示す。座って、落ち着いて話しましょう。彼女が腰を下ろすのを待って、俺は少しだけ言葉を選んだ。結城先生が不安になる気持ちは痛いほどわかります。でも、ここまで堅くなに押してくる以上、何か大きな力が働いてるんだと思う。どうにか止める方法はないんですか？正直に言えば、今はあまり動けないと思います。仮に使いたくないと言い張って手術を拒否したとしても、病院は代わりを探すだけでしょう。結城先生が辞めさせられる可能性だってある。だから、今回はやるしかない。俺がそう言うと、ナオはまぶたを閉じて息を吐いた。彼女がどれだけ歯がゆい思いをしているかは、その瞳の奥から痛いほど伝わってくる。わかりました。病院がそういう以上、私がいくら抵抗してもどうにもならないんですね。でも、せめて術前にあらゆる対策を考えておきたいです。トラブルが起きる可能性があるなら、少しでも発生率を下げる方法を探って。そうですね。術中にもし異変に気づいたら、すぐに対応できる体制を組んでおきます。ナオは、わかりましたと頷いたものの、その肩は重いプレッシャーに押しつぶされそうなほど下がっている。俺自身もどうにもならないと口にしながら、どうにかする道を探さなくてはと思う。だからこそ、彼女にこう続けた。あと、何か気になる事例や、少しでも疑問を感じたことは何でも教えてください。今は動けなくても、後々になって証拠を揃えるためには、小さな情報が
大事になります。俺もできる限り調べてみるから。はい。じゃあ、術後の経過もこまめに記録していきます。もし変な症状があれば、それも全部データとして残しますね。そういうナオの目には、わずかに光が戻っていた。オペの中で彼女が最善を尽くすというのは疑いようもない。俺は彼女の外科医としての腕と責任感を信頼しているし、だからこそ、不当に彼女が責められるような状況だけは避けたい。ごめんなさい。聞いてくれてありがとうございます。ナオが申し訳なさそうにつぶやく。いえ、相談してもらえただけでもありがたいですよ。今の状況なら、俺たちにできるのは最大限の備えと情報の記録くらいでしょう。焦らずきちんと根拠をつかむまで待ちましょう。彼女が小さくうなずいて立ち上がると、すっきりした表情とは程遠いものの、先ほどよりは少しだけ気持ちが落ち着いたように見えた。そして数日後、オペが行われた。ナオは術前の段取りから術中の進行管理まで綿密に行い、俺や看護師たちも可能な限りのサポートを入れた。結果として、手術は無事に完了し、患者さんも当初は問題なく回復の兆しを見せていた。術後の経過観察室で、ナオは少しだけ疲れた笑みを浮かべながら、ほっと息をつく。とりあえず、やれることは全部やりました。今回の患者さんに関しては大丈夫そうですね。患者さんもベッドの上で微笑みかけ、先生、本当にありがとうございました。おかげで痛みもだいぶ楽になっています。と、安堵の表情を浮かべている。看護師たちが薬の投与方法やリハビリの予定を説明すると、患者さんは、こんなに手厚くしてもらって、正直驚いてます。と、素直に感謝の言葉を漏らした。俺も隣で、もし何か気になることがあったらいつでもナースコールしてくださいね。と一声かけると、患者さんはほっとしたように微笑んだ。部屋を出て二人きりになったところで、ナオが俺に向き合った。白田先生、今回はいろいろ準備してくれてありがとうございました。術前に他の文献を探してくれたり、事前の注意点をリストにしてくれたり、いつもは情熱的で強気な彼女が控えめに感謝の気持ちを表すのは珍しい。俺は少し照れくさくなってわざと軽い口調で返す。いや、まあ、大したことはしてないですよ。結城先生も周到に準備してたから、たまたま何事もなく終わっただけで。たまたまじゃありませんって。白田先生、たくさん調べてくれたでしょ。ああいうのって、やっぱり頼りになります。ナオが穏やかに微笑んだ。俺は結城先生みたいに正面突破するタイプじゃないんで、なんというか、裏から支えるのが性に合ってるんです。そう言って笑うと、ナオも、白田先生らしいですね。と、少し笑ってくれた。でも、結果オーライでしたね。患者さんも安定してるし、これで当面は大丈夫そうです。正直、ジュピターメディカルの機器を使うって聞いたときは、すごく不安だったから、ひとまず取り越し苦労で済んでよかった。ナオは、今度は自分の胸を撫で下ろすようにため息をつく。その姿を見て、俺は同じように肩の力を抜いた。結城先生も最初から最後まで気を張り詰めてて大変でしたね。お疲れ様。白田先生もお疲れ様でした。今晩はゆっくり休んでくださいね。そうして、俺たちは静かに病室を後にする。あの不安が本当に杞憂だったならば、それが一番いい。どこか浮き立つ気分で病院の廊下を歩いた。もっとも、このわずかな安堵が1週間後にあっさり崩れ去るとは、その時点では夢にも思わなかったのだ。1週間後、夜勤の看護師から俺のスマートフォンに緊急連絡が入る。夜も遅い時間で、普通なら一日の業務を終えて落ち着いているはずの病院が、明らかに騒がしい声に包まれていた。白田先生、こないだオペされた患者さんが急患で運ばれてきました。急に容体が悪化して救急車で。その言葉を聞くなり、眠気は一瞬で吹き飛んだ。すぐに白衣を掴んで車を飛ばし、桜総合病院へ向かう。頭の中を嫌な予感が渦巻く中、大丈夫であってくれと祈りながら、俺はアクセルを踏み込んだ。病院に到着すると、ナースステーションには険しい表情のスタッフたちが集まっている。彼らの視線の先には、疲れ切った様子のナオが立ち尽くしていた。彼女の肩で遮られて見えなかったが、救急処置室の奥では、複数の医師と看護師が慌ただしく準備をしているのがわかる。あの患者さんは、ほんの数日前まで笑顔で過ごしていたはずだ。一体何が起きたのか。こうして、俺たちが恐れていた、もしもの事態が、ついに目の前にやってきた。そのオペで使用された
ジュピターメディカルの危機が直接の原因なのか、あるいは全く別の要因が絡んでいるのか、今は何とも言えない。だが、緊急処置を終えた時点で患者さんはかろうじて命を取り留めたものの、合併症が重く、予断を許さない状態になっていた。詰めかけた患者家族が、一体どういうことなんですかと繰り返し問いただす声を背に。俺とナオは急ぎ足でエレベーター前に向かった。そこで待っていたのは、ナオの直属の上司、外科部長の三宅だ。50代半ば、整えられた白髪と、吊り上がった眉が特徴で、院内では石壁とあだ名されるほど、意志が固い人物である。結城先生、説明してくれ。これは一体どういう経緯だ？三宅部長の声は低いが、廊下に響くほどの圧があった。術中は問題なく終わりました。経過も順調でした。急変の直接原因はまだ。なおは毅然と答える。しかし、部長は質疑を切るように手を振る。機器の不具合だなどと暗示するのはやめたまえ。ジュピターメディカル社のデバイスは病院全体で導入している。もし欠陥などあれば、とっくに報告が上がっているはずだ。ですが、安全性に関する海外症例では、合併症の。なおが食い下がろうとすると、三宅部長は一歩踏み込み、声を潜めて言い放つ。君は腕を過信しすぎているんじゃないか？完璧を自称した医者ほど盲点を見落とすものだ。組織としては、まず執刀手順の再確認を示さねばならん。世間の目を考えたまえ。なおの顔色がさっと青ざめる。部長は視線を俺に移し、釘を刺すように続けた。白田先生、軽率な発言は控えてくれ。病院として正式に見解をまとめる。君たちの主観は不要だ。その言葉に、俺は反論しかけたが、三宅部長はさらに畳みかける。いずれにしても、何らかの形で発表が必要だ。まずは内部調査が先決だが、結城先生、しばらく執刀からは外れてもらう。謹慎という形にせざるを得ない。なおの瞳から一瞬で光が奪われる。拳を握りしめ、唇を噛みながらも、わかりました。と、絞り出すように応じた。三宅部長は以上だと短く言い残し、足早に去っていく。廊下に残されたなおは、深く息を吐き、壁に手をついて肩を震わせた。俺はそっと寄り添い、声をかける。大丈夫ですか？なおはかすかに首を振るだけで、言葉が出なかった。翌日の午後、院内掲示板と病院サイトに、術後合併症発生に関するお知らせが掲載された。要点はこうだ。執刀医の判断に不足があった可能性が高く、病院としては再発防止策を講じる。ジュピターメディカルの名は影も形もない。文章は匿名のようでいて、読む者が読めば、結城直の文字が透けて見える仕立てだった。発表から数時間で病棟の空気は変わった。談話室に入ると、同僚はカップを手にしたまま会話を切り上げ、気まずそうに視線をそらす。ナースステーションでは、こういう時、関わらない方が危ないよね。といった囁きが聞こえ、廊下では研修医たちがスマホを覗き込みながら、やっぱり若い執刀医は怖いと眉を潜めていた。患者家族の反応はさらに厳しい。あのオペを感謝してくれていたご主人は、面会室で俺を見つけるなり詰め寄った。どうしてうちの妻がこんな目にあったんです？発表では執刀医の判断不足だと。怒りと悲しみで顔が紅潮している。なおが通りかかった瞬間、奥さんの母親が椅子から立ち上がり、涙混じりに叫んだ。あなたがミスを認めれば済むんでしょう。どうして謝らないんですか？なおは立ち止まったまま何も言えず、白衣の袖を握りしめた。俺が間に入ろうとしたが、当事者じゃない方は下がってくださいと家族に遮られる。院内回覧のメールも追い打ちをかける。当面、結城医師は執刀停止。外来、病棟担当からも外す。無機質な一文を読み、なおは医局の自責に深く腰を落とした。キーボードに手を伸ばしても指が動かない。俺が水の入った紙コップを差し出すと、小さく礼を言い、震える手でそれを受け取った。私、本当に間違えてないんです。術中も術後管理も、なのに可能性が高いって言葉一つで、全部覆されるなんて。なおは、うつむいたまま、声を震わせた。眉間を寄せ、溢れそうな涙を懸命にこらえている。俺はそっと椅子を引き寄せ、彼女と向き合った。結城先生、どうして外科医になったんです？気休めでもなく、ただ知りたかった。なおは薄く笑い、視線をテーブルに落とす。高校生の時、母が心筋梗塞で倒れたんです。田舎の一時病院じゃ手に負えなくて、大学病院の心臓外科の先生が遠征してきてくれました。
たった数十分の手術で母は助かった。あの光景を見て、私も救う側に立ちたいって決めました。指先が震えたまま彼女は続ける。だから患者さんを守るはずの私が不安定な機器を入れたせいで苦しませたかもしれないと思うと、罪悪感で押しつぶされそうなんです。俺は言葉を選びながら深く息を吸った。結城先生、なおさん、俺には医者の資格だけじゃなく、弁護士の資格もあります。え？なおが顔を上げる。長いまつげの奥で涙の光が揺れた。昔、病院の不正と戦おうとして、いろいろあって追い出された人間です。だから今回は逃げない。医師としても、弁護士としても、医療事故の真相を暴いてあなたを救います。そう告げると、なおは目を瞬かせたまま固まった。静かな深夜のカルテ室に、パソコンの冷却ファンだけが回る音が低く響いている。どうして医者なのにわざわざ弁護士まで。震える声でそう問うなおに、俺は目をそらさず語り始めた。3年前の大学病院でジュピターメディカルのステントをめぐる不審なデータ改ざんを見つけた。術後合併症の発生率を誤差に書き換えて、導入部数を伸ばしていたんだ。俺は院内監査に掛け合い、メーカー側の担当者も呼び出して、真相をつこうとした。記憶の底で蘇る、あの会議室の空気、重役とメーカー幹部の睨み、そして沈黙。ところが院長は、風評は病院の損失になる、と追及を止めた。俺は執刀数を制限され、上司にはチームワークを乱す存在と烙印を押された。最後は任意退職という名目で、白衣を脱がざるを得なかった。なおの目に押し隠した怒りが映る。その時痛感した。どれだけ手術の腕を磨いても、白衣一枚では組織とメーカーを相手にできない。だから一度医局を離れ、法律家の資格を取りに行った。医師だからこそ踏み込める臨床の現場と、法律で戦う手段、両方がいると悟ったんだ。じゃあ、この病院に戻ってきたのは、ジュピターメディカルを追うため。なおの問いに、俺は静かにうなずく。桜総合は、あの会社の新型デバイスを最速採用した施設だ。ここなら臨床データもロット情報も集まる。証拠を揃えるには最適だと思った。もう二度と患者さんが犠牲になるのを見たくないから。自重気味に笑ってみせると、なおの瞳に涙が溜まった。正直怖かった。前の病院で味わった無力感を思い出すたび、足が止まりそうになった。でも、今回あなたが、真正面から患者さんを守ろうとする姿に押された。もう逃げないって決めたんだ。俺は深呼吸し、手元の書類束をそっと彼女の前に差し出す。機器のロット不良報告、海外学会の症例集、院内の異常値ログ、いずれもまだ下書きレベルだが確かな糸口だ。自分と一緒に戦ってくれませんか？なおは唇を震わせ、紙の端を指でなぞる。ポタリと一粒の涙が印刷面に落ちた。白田先生、いえ、修二先生、ここまで覚悟を決めていたなんて。肩が小さく揺れ、そっと顔を上げる。その方を伝う涙は、恐怖や悔しさだけではなく、わずかな希望の光も帯びていた。協力させてください。私、手術で人を救うって誓ったのに、あの患者さんを苦しませた責任を絶対に曖昧にしたくない。先生と一緒なら真実に届く気がするんです。震える声だが、芯は折れていない。俺は静かに右手を差し出す。なおは一瞬ためらい、そして力強く握り返した。乾いた手のひらが重なった瞬間、医局の蛍光灯が少しだけ暖かく感じられた。じゃあまずは、院内ログを完全コピーしてバックアップする。次にロット番号と海外症例の突合。夜は長いけど急ごう。はい、ありがとう修二先生。泣き晴らした目元で微笑むなおに、俺は短く返す。こちらこそ、ありがとう。これでようやく、本当のスタートラインに立てた。白衣の袖が触れ合うほど近い距離で、俺たちは並んでモニターに向かった。闇を突き抜ける光はまだ細い。だが、二人で束ねれば必ず照らせる。そう信じて、キーボードを叩く指先に覚悟を決めた。翌未明、時計は午前3時を回っていたが、カルテ室のブラインドは閉ざされたまま。蛍光灯だけが真昼のように煌々と照っている。俺は院内ネットワークの端末にログインし、まず、電子カルテのアクセス履歴を洗い直した。術後急変の当日、誰がどの時間帯にどの項目を開いたのか。
システムは細かいタイムスタンプを残してくれる。なおさんこっち。看護記録の追加入力が編集扱いになっている時間がある。しかも、ログイン名はオペ担当者じゃない。三宅部長の秘書アカウント。術後48時間は閲覧権限がないはずなのに。彼女が眉を潜める。履歴をエクスポートし、暗号化した USB に保存。さらに、ジュピター社のデバイス管理ソフトに潜り込み、該当ロットのリアルタイム稼働ログを抽出した。そこには発熱センサー異常を示すフラグが三度連続で立っている。院内サマリーには出てこない隠しログだ。夜明けが近づくと、俺たちは地下の資料庫へ移動した。紙カルテ時代の古い手術記録、治験モニタリング報告、そして購買部が保管していた納入契約書。埃の匂いに包まれながら箱を一つ一つ開けていく。これは、ナオの声が震えた。俺はそのページを高画質でスキャンし、原本は元の箱へ戻した。午前8時、会議室フロアでは、報道対応の簡易マイクが設置され、院内広報課がバタバタと動いている。ナオは白衣を脱ぎ、淡いベージュのスーツに着替えて戻ってきた。瞳にまだ赤みは残るが、奥の光は消えていない。修二先生、さっき院長秘書から午後1時に記者会見と連絡が来ました。病院側はミスを公式に認める流れで、それ以上は言及しないらしいです。よし。俺は弁護士資格に基づく代理人として同席する。向こうは医師免許しか知らないから、壇上に立たない俺を止める権限はない。データ一式を暗号化クラウドにアップし、紙証拠は複写を封筒に入れた。取材陣だけでなく、医療記者が好むオンライン掲示板にも一時資料を予約投稿しておく。逃げ道はすべて塞いだ。ナオは深呼吸してからゆっくりと言った。私、壇上で患者と家族のために真実を話すとだけ宣言します。技術的な詳細や法的根拠の説明は修二先生に任せる。わかった。矢面に立つのは大変だが、ナオさんの言葉でしか動かない世論もある。俺がそう答えると、ナオはほのかに笑い、目尻に溜まった涙を指で拭った。怖いです。でも、私一人じゃない。ありがとう。こちらこそ。ここまで来たら、あとは前に出るだけだ。正午過ぎ、俺たちは記者クラブ前の控え室に入った。廊下の先では、院長と三宅部長がすでに報道陣へ挨拶している。俺はノート PC を開き、最後のチェックをしながら言った。ナオさん、マイクが回ってきたら、機器ロットと異常ログの再調査を正式要求する。とだけ言えばいい。感情的に責める必要はない。あとは、俺が証拠を提示する。はい、わかりました。時間になると、秘書が扉を開けた。フラッシュの光が漏れ、ざわめきが肌を打つ。ナオは一歩前へ出て、振り返らず言った。患者さんのために行ってきます。俺は静かにうなずき、封筒をジャケットの内ポケットに差し込んで後に続いた。豪華な会議室に記者やテレビクルーがびっしり詰めかけていた。病院側はステージ中央に長テーブルを並べ、院長、外科部長の三宅、広報担当の佐藤理事らが着席している。壇上の片隅には、ナオと俺が並ぶ形式だ。院長がマイクを手に取り、硬い表情で口を開く。本日はお集まりいただき、誠にありがとうございます。昨日発生した術後合併症につきましては、患者様の容体が急変し、深くお詫び申し上げます。現在の調査では、執刀医の判断に一部不備があった可能性が高い。院長の声がマイクを震わせると、外科部長三宅はすかさず身を乗り出し、追い打ちをかけた。結城医師は若手ながら高度な技術を追求しており、その姿勢自体は称賛に値します。ただ、常に最先端を選びたがるあまり、安全マージンより挑戦を優先する面が否めない。言うなれば、怖いもの知らずというのでしょうか。会場がざわめく。カメラのフラッシュがナオの顔に集中し、眩しさに目を細める彼女の表情がモニターに大きく映し出された。三宅はさらに口角を吊り上げ、数字を並べる。実際、ここ1年で彼女が執刀した症例のうち、新規デバイスを導入した比率は平均の3倍。もちろん成功率は高いが、合併勝率も臨床統計よりわずかに高い。確率の問題を執刀医の勇敢さで片付けるわけにはいきません。記者席から過去の術後トラブル件数を示してください。病院は把握していたのかと質問が飛ぶ。三宅は調査中と交わしつつ、巧妙に攻めの医療とリスク軽視を同義に結びつけていく。結城医師本人も
手術が終わればもっと安全策を取るべきだったかもしれないと自己反省する発言をすることがある。向上心の裏返しでしょうが、本件でも油断が生じた可能性は否定できません。なおの唇がわずかに震えた。言葉を紡ごうとするたび、マスコミのフラッシュと質問が遮る。あなたは最善だったと言えるんですか？危うい選択をした自覚はないんですか？まるで彼女だけが好奇心と自信で刃を振り回し、患者を試してきたかのような印象操作。背後では佐藤理事が執刀医の過信をキーワードにしたレジュメを配布し、会場の空気を誘導していく。なおは震える声で反論する。私は、術前カンファレンスでリスクを示し、チーム全員で対策を協議しました。決して独断では。しかし、三宅がマイク越しに薄く笑い、遮った。その協議内容に甘さがあったというのが私たちの見解です。結果が全てですからね。結果が全て。その一言が、なおの肩に鉛のようにのしかかる。視線を落とし、浅く息を吐いた瞬間、報道陣のレンズは敗北の構図を切り取ろうとした。結城先生、ご自身の手術にどのような落ち度があったとお考えですか？場内が静まり返る。結城は顔を上げ、震える声ながら毅然と答える。私の執刀主義に不備はありませんでした。術中術後ともに、マニュアル通り、あるいはそれ以上の手順を踏んでおります。私は悪くないと確信しています。佐藤理事が失礼と苦笑を浮かべながら介入する。結城先生、我々はリスク評価の不徹底を問題視しています。手術の流れは適切でも、リスク管理の甘さが合併症を招いた可能性がある。報道席からは、リスク管理が不十分で患者は危機に陥った、との見出しが続々と生まれ、なおへのバッシングが加速する。その瞬間、俺は立ち上がり、低く確かな声でマイクを奪った。失礼します。結城先生は被害者です。患者様の急変は、執刀ミスではなく、使用機器の欠陥が主因である可能性が、極めて高いと判明しています。場内が静まり返る。三宅部長が椅子を鳴らして立ち上がり、顔を好調させた。何を言っている？君は臨時採用の非常勤医だろ。正式スタッフでもない人間が、この場で病院の見解を覆す権限など。俺はゆっくり、身分証を掲げた。カードに刻まれた医師免許番号の隣、もう一つの番号が光る。非常勤でも医師であることに変わりはありません。そして私は弁護士でもあります。医学と法律の双方から精査した結果を述べているだけです、三宅部長。フラッシュの光が集中し、ざわめきが波のように広がった。三宅部長はこめかみを引きつらせ、口を開いたまま声を失った。医師で弁護士。絞り出すようにつぶやくと、拳を握りしめ、壇上の書類をバサリとめくって視線を落とす。ページをめくるたび、耳まで赤く染まっていくのがわかる。それでも君は、この病院では下っ端に過ぎん。かろうじて絞り出した反論は、かすれた声のままマイクに拾われ、ざわめきの海に溶けていった。三宅部長の悔しげな眼が俺を射抜く。だが、次の言葉を見つけられず、唇が震えるばかりだ。その沈黙を逃さず、俺は縁台に置いたタブレットをゆっくり持ち上げ、スクリーンへワイヤレス接続した。真っ白なモニターに一通の社内メールが映し出される。試作段階で生体センサーが発熱、誤作動と赤字で警告が入り、下段にはデータ修正済み、外部には口外禁止とある。ご覧の通り、メーカーは試作段階で致命的な不具合を把握していました。それを隠蔽したまま量産に踏み切った。これは製造物責任法第3条並びに薬機法68条を直接的に侵害しています。最前列の法務記者が色めき立つ。ついで、俺は地下資料室で押さえた購買契約書を掲げた。この病院には、同社の XB711 ロットが通常価格の3割引きで導入されていました。さらに注目すべきは、納入後3ヶ月以内に口座へ入金された公園借金名義の振り込みです。送金先は、三宅部長の個人口座。三宅部長の方が引きつる。捏造だと声を張るが、俺は構わず続ける。捏造かどうかは、銀行が最もよくご存知です。振込依頼人、ジュピターメディカル営業部。受取口座、三宅恒夫。取引番号はここにあります。俺がレーザーポインターで照らすと、モニターには取引表の画像が拡大される。日付は患者急変の1ヶ月前。ここで俺は質疑応答を逆手に取った。院長、確認させてください。
外科部長への高額講演料の事実を病院は把握していましたか？あくまで個人的な講演活動だと報告を受けていた。個人口座で受け取る講演料が購入直後のロットに限って支払われている。この一致を偶然とお考えですか？院長は言葉を詰まらせる。記者たちが一斉に手を挙げ、カメラが回りっぱなしになると、俺はさらに追い込んだ。三宅部長、ご自身のロット選定責任についてコメントを。スクリーンに振込表が拡大されたまま、俺は畳みかける。三宅は額に汗を浮かべ、声を絞り出した。病院経営にとってコスト削減と効率化は最優先だ。ジュピター社の提案は？その効率化の結果、患者さんは重篤な合併症に陥った。しかもあなたは、その見返りとして、講演料名目の送金を受け取っている。ざわめきが一段高まる。ここで、院長の白髪混じりの眉がピクリと動いた。三宅君、まさかとは思うが、君が必要にジュピター製をした理由は？院長、三宅が食い気味に遮る。その講演は、業界ではよくある借金です。私的な講演が偶然ロット導入と重なっただけで、賄賂とは。偶然。俺はタブレットを操作し、もう一枚のグラフを写す。納入ロットと講演料の入金日を重ねた相関図。山形に重なる2本の線がスクリーンで赤々と交差した。XB711 ロット導入の翌日100万円。XB712 ロット導入の翌日75万円。偶然が3度も続きますか。三宅は口を開閉させるが声が出ない。院長が椅子をきしませて立ち上がり、顔を曇らせた。君は以前から国内メーカーより海外デバイスだと強く主張していた。私も営業努力だと信じていたが、これが真実だったのか。部長はなおも言い訳を探すように視線を泳がせる。院長、病院の財務は厳しい。新型を入れれば国の補助金も出る。私は病院のためを。補助金は患者の安全の上に成立する。俺は静かに言う。そして、補助金対象手続きには、ロット異常報告義務がある。あなたは提出すべき報告を改ざんし、院長にも説明を怠った。その時点で背任です。三宅の方が引きつり、ついに声を荒げた。私一人の判断じゃない。購買部も財務も承認していた。院長だって署名を。だからこそ、調査は組織全体に及びます。俺は最後の資料を掲げた。こちらは厚労省提出前のドラフトと、実際に提出された書類の比較。センサー異常0件と改ざんし、三宅部長の手書きサインが残っている。法廷では鑑定済みです。スクリーンにサインの拡大図が映り、記者たちはどよめいた。院長は声を失い、三宅は肩を落としながらも、にじり寄る報道陣から逃げるように一歩後ずさる。その姿は、もはや責任者ではなく、追い詰められた被告のものだった。すると、会場の後方で椅子が倒れる音がした。黒いスーツの男が血相を変えて人書きを書き分け、演台に詰め寄る。ジュピターメディカル取締役、峯岸。シリコン製の名札が照明を跳ね返し、汗が玉となって額を伝っていた。白田先生、その資料は社外費だ。違法取得の可能性がある。今すぐ削除を要求する。彼の怒号はマイクを通さずとも会場に響き、空気が一瞬揺れる。俺はタブレットを手に、峯岸にゆっくり向き直った。峯岸取締役、あなたは弁護士法、弁護士の証拠収集権をご存知ですか？峯岸は息を飲み、言葉を失う。内部告発者は、薬機法第68条に基づく公益通報者です。私は正規の委任状を得て、証拠を預かり、司法手続きにのっとって開示している。違法取得という主張自体、的外れですよ。スクリーンには、告発者の委任状 PDF が大写しになる。フラッシュが連続し、会場の視線は峯岸に集中した。俺はスライドを切り替えた。そこに映ったのは、3年前の退職通知。差出人欄に自分の名前。宛先は前職の大学病院理事会。そして傍らには、ジュピター社宛ての機器安全性紹介書。コピーだ。3年前、私はこの機器の不具合を指摘し、追加知見を要求しました。その数日後、病院は私を組織規律違反として解雇。裏で動いていたのがあなた、峯岸取締役と記者の法務部です。峯岸の顔が蒼白になる。証拠はこちらに揃っています。記者法務部が
当該医師の口を封じろと書いたメール、そして私の解雇当日に理事へ送った協力お礼名目の振込記録。もちろん、銀行の申請証明付きです。私はあの大学病院で同じように苦しむ患者さんを何人も見てきました。家族の手を握りしめ、先生のおかげで助かると涙ながらに言われ、その笑顔を守りたくて外科医になったのに、あの時の私はデバイスの不具合で命を落とした人も、合併症で後遺症を背負った人も見てしまったんです。みんな不安に震え、最後の希望を私に託しながら手術台に上がっていきました。それなのに、私が真実を突きつけた瞬間、病院は私の言葉を組織規律違反と呼び、医師免許すら奪いかけました。解雇通知を受け取った日の夜、慣れ親しんだ白衣のポケットに手を入れ、自分の無力さにただ押しつぶされそうになりました。あの時ほど自分の技術が人を救うだけでは足りないことを痛感したことはありません。知識も熱意もあったはずなのに、制度の闇に阻まれて命を守れなかった悔しさと、自分を信じてくれた患者さんたちへの申し訳なさで、胸が張り裂けそうでした。だから私は二度と逃げないと誓いました。外科医としての手術スキルだけではなく、法の力も手に入れて、再びここに戻ってきたのです。今日はあの日の自分を超えるため、そしてあの患者さんたちの無念を晴らすために、真実を白日のもとにさらします。峯岸取締役、あなたの悪行がここで終わること、私は許しません。俺は峯岸をまっすぐ見据え、さらに踏み込んだ。あなたは自分の娘さんにもこのジュピター製デバイスを使わせた結果、なくしている。そうですね。会場が息を飲む峯岸の顔色がみるみる蒼白になり、肩がわずかに震えた。やめろ。かすれた声が漏れる。だが俺は言葉を続けた。あなたの娘さんは重度の心疾患だったと聞きました。この製品なら完璧に治ると信じて、自ら治験に名を連ねさせた。結果は、術後数時間で急変。搬送先の ICU で帰らぬ人となった。峯岸は握った拳を唇に当て、声を震わせた。会社を立ち上げたのは、彼女を救える医療を自分の手で作りたかったからだ。製品が完成すれば、同じ病気で苦しむ子供たちを。そこで声が途切れ、彼はマイクスタンドに手をかける。だが、娘が行った後、開発費は底をつき、投資家は離れた。私は、多少のデータ改ざんで資金が継続するなら、結果的に多くの命を救えると思い込んだ。娘と交わした、苦しむ人を助けてという約束を、違う形で果たそうとした。目尻に滲む涙は、己の選択を呪う色だった。私の製品が、娘が残した設計思想が、世界に広がるたび、救われる命の方が圧倒的に多いと信じたかった。臨床で起きたトラブルは、統計的にはわずかだったし、改ざんといっても数値の揺らぎを平均に合わせただけだと、自分に言い聞かせたんだ。峯岸はこめかみを押さえ、言葉を絞り出すたび、肩を震わせる。気づけば、国内外の病院が採用票を掲げ、学会でも画期的デバイスと称賛された。私は壇上で拍手を浴びるたび、まるで娘が舞台袖で微笑んでくれているような錯覚を。だから、起こるはずのない合併症報告が耳に入るたび、恐怖より邪魔をするなという怒りが先に立ってしまった。彼は握り込んだ拳を見つめ、声を震わせる。数字の向こうの現実をわざと見ないようにした。犠牲の知らせが届くたび、確率は低い、完璧なものなどないと唱え、投資家をつなぎ止めた。娘のために、理想を追う自分のために。静まり返った会見場で、俺はゆっくり一歩近づいた。峯岸さん。あなたが夢を追い続けた気持ちはわかります。だが、医療は祈りであっても、賭けであってはいけない。どれほど低い確率でも、命を落とした患者さんや、残された家族にとっては、100分の1も100万の1も、たった一つの現実です。俺は背後のスクリーンを新たなスライドに切り替えた。そこには、今回のロットで合併症を起こした患者の匿名カルテ番号、年齢、術式、そして、術後わずかな時間で急変したタイムラインが縦に並んでいる。列の数は、峯岸が口にしたわずかを覆すほど多かった。あなたの会社が誤差と呼んだ命の数です。あなたの娘さんが願った、苦しむ人を助けてという言葉は、見えない誰かを救うために、目の前の誰かを切り捨てろという意味ではなかったはずだ。峯岸はスクリーンに顔を向け、
合併症リストを呆然と見上げた。こんなに、いるのか。ええ。報告書に上がらなかった症例も含めれば、もっと多いでしょう。あなたが数字を書き換えた一行ごとに、生身の人生が失われている。俺の言葉に、峯岸はその場に膝をついた。拳が床を叩き、声にならない息が漏れる。救いたかった。娘を救えなかった分、誰より多くの子供を助けたかったんだ。その思いを否定するつもりはありません。ただし、手段を誤れば、祈りは呪いに変わる。今からでも遅くありません。真実を語り、保証と製品回収に踏み出すことが、娘さんと交わした約束を正しい形で果たす唯一の道です。峯岸は顔を上げる。涙の後で濡れた方にライトが冷たい光を落とした。私は何をすればいい？全データを開示し、ロット全数のリコールを宣言する。そして、隠蔽工作に関わった病院幹部や社内関係者の実名を挙げ、司法手続きに協力してください。その瞬間から、あなたは加害者から償いを始める当事者に立ち位置が変わる。峯岸は震える手でポケットからスマートフォンを取り出すと、画面を操作しながら口を開いた。社長権限で緊急取締役会を招集する。リコールと全面開示を議題にかける。それでいいのか？俺は短くうなずいた。スクリーンには、峯岸が送信した緊急取締役会招集メールの送信完了画面が映し出され、会場中が息を飲む。彼は立ち上がり、マイクを握る。喉が詰まるような声だったが、はっきりと言葉を紡いだ。ジュピターメディカルは、本日付で全ロットを自主回収します。隠蔽工作の責任はすべて経営陣にあります。詳細は追って記者会見を、私が必ず行います。記者たちのフラッシュが再び嵐のように降り注ぎ、院長と三宅部長は凍りついた表情で立ち尽くす。なおは静かに目を閉じ、深く息を吐いた。その横顔には、失われた命と向き合い続ける決意と、ほんのわずかな救いの光が宿っていた。あれから世の中が動いた。峯岸は、公の場での発言通り、自らの罪を包み隠さず明かし、社内のメールや会議録、ロットデータの改ざん記録を次々と検察に提出した。ジュピターメディカルは、全製品の自主回収と販売停止を即日発表し、峯岸は、その責任を取って取締役を辞任。だが、ただの逃げではなかった。彼は取締役退任後も被害を受けた家族一人一人に直接頭を下げて回った。時に怒声を浴び、時に拳を振り上げられ、それでも彼は立ち尽くしながら何度も申し訳ありませんと繰り返した。何かを失ってなお、何かを取り戻そうとするその姿に多くの者が沈黙を返した。やがて峯岸は自ら設立した患者被害者支援基金に私財を投じた。あの会見の夜、彼がそっと握りしめていたのは亡き娘の写真だったという。もう一度、あの子の苦しむ人を助けてという言葉をまっすぐに叶えたい。そう語った彼の目に映っていたのは、もう過去ではなく、ようやく前を向いた未来だった。そして三宅。院内調査と司法当局の捜査により、彼が複数の企業から講演料という名目で多額の報酬を受け取っていたことが明るみに出た。病院経営への影響を鑑みて、自発的退任という体裁が取られたが、その後医師会からの資格停止勧告が下り、彼の名は医学界から静かに消えていった。なおはというと、会見以降、院内での扱いが一変した。これまで声を潜めていた看護師たちや若手医師が、先生のおかげで真実が明らかになって本当に良かったですと、次々と声をかけてきた。研修医の一人が震える手で花束を差し出したとき、なおは小さく笑って、ありがとう、と囁いた。その笑顔は、ただの勝利ではなく、深く静かな信頼の再構築を物語っていた。何より大きかったのは、あの患者の回復だ。あれほど危機的だった容体は奇跡的に持ち直し、リハビリを経て、今では自力で歩行ができるまでに回復した。退院前日、患者とその家族は、なおの元を訪れ、深々と頭を下げた。助けてくれてありがとうございました。先生を疑って本当にすみません。なおはその場で何も言わず、ただ優しく微笑みながら、患者の手を静かに握った。その手が温かく返されるのを感じた瞬間、彼女の瞳にはじんわりと涙が滲んだ。後日、病院の講堂で行われたカンファレンスで、なおは静かに語った。私は患者さんの希望に寄り添える医者でいたい。
だからこそ、これからも間違いには目を背けず、声を上げ続けます。その言葉は、かつて彼女を冷たく見ていた同僚たちの胸にも届き、やがて全体から自然と拍手が湧き起こった。一方、俺もあの会見を境に表舞台に引き戻された。俺は再び手術室に立っている。心を削りながらメスを握り、命の現場に立ち続ける日々。だが、以前と違うのは、白衣の下に弁護士バッジを忍ばせていること。診療の合間には、司法の場でも活動している。医療事故で苦しむ家族の声を聞き、病院と製薬会社の不正を追い、必要なら裁判所に立って戦う。医師と弁護士、その両方の視点が交わる場所に、今の俺の立ち位置がある。ある日、裁判所での証人尋問を終えた夕刻。俺は息を整えながら正面玄関を出た。そこには外来を終えてきたナオが待っていた。夕日に染まる白衣の袖が金色に揺れている。今日も二刀流ですか？彼女が小さく笑う。俺はうなずき、逆に問い返した。そっちは何人救えた？3人。でも、もっと救えると思う。あなたとなら。ナオは言いながら一枚の企画書を差し出した。タイトルは、医療被害ホットライン&患者支援プロジェクト。救急対応が終わった夜間に無償でオンライン面談を開くという計画だ。俺はページをめくり、細部の法的フローがすでに記されているのを見て驚く。私が医療を守り、あなたが法律で守る。二つの刃を重ねて、初めて本当の救いになる気がして。言い終える前に、俺はそっと書類を閉じた。いい計画だ。一緒にやろう。ナオの方が緩み、瞳が潤む。二人並んで病院の渡り廊下を歩く足取りは、不思議と軽かった。遠くで夜勤隊の救急車がサイレンを鳴らした。響き渡る警告灯の赤が窓ガラスに波紋のように揺れる。ナオはその光を追うように空を見上げ、肩を寄せてきた。行きますか、修二さん。彼女の指が、そっと、俺の白衣の袖口をつまんだ。まるで次の一歩を、二人で同時に踏み出したいと願うように、指先越しの温度が、脈拍と重なって、静かに跳ねる。すぐに向かおう。でも、今夜の当直が終わったら、コーヒーでも飲みに行かないか。囁くと、ナオはいたずらっぽく目を細めた。いいですよ。ただし、ブラックじゃなくて甘いラテ。俺は息を飲み、密かに笑う。白衣の内ポケットで、弁護士バッジがかすかに触れ合い、金属同士が小さくなった。医師と弁護士、彼女と俺。二つの刃も、二つの心も、さらなる未来で重なる。そして、俺たちは駆け出した。同じ速度で、同じ方向へ。白い廊下のその先で、まだ見ぬ患者が差し伸べる手を、二人で包み込むために。